私結婚しないんですよ。え事故に遭ってた。ねえ、情報量多いって記憶喪失系、もしかして。でも15話だよ次。あと2話しかないのにさ、こんなタイミングで記憶喪失になられたらさ終わらないって。だって展開早いじゃん。何じゃあ記憶喪失になってで最終はピン誰ってなって思い出してでピンはまあ結婚しなくて済んでまた一から2人で思い出を作るんだ。韓国ドラマだったらそれ。疲れなんかた。面白い。面白いけどやっぱちょっとピンがわからないわ。みんなはさどっち派なんだろう今の状況で。ピンとアニンどっちを応援してる？応援っていうか2人を応援したいけどどっちの方が理解ができるか。理解できるか。そうミヤは断然アニンだけど倒れたのはショックだったっていうか安心で倒れたのかな。もうびっくりしたのかな、でも言われてたよね。だって、うん、アニンには言われてたよね。信じてるってアニンの言ってること信じるってだから初めて聞いたわけじゃないのに、うん、倒れたのは安心してあよかった助かっただったらいいのにね。分かんないわ。なんであんなになんかすっごいモヤモヤするよね。さ、ピンが分からない。なんかこじらせ女子って感じ。本当にこじらせ女子代表。言葉ではさ私はグアさんと結婚する罰を受けるみたいな一生苦しむみたいなで言葉では言っときながら泣くし、アニンがオンとかウアンさんとどっか行くって言ったら嫌そうな顔するし、会っていたいみたいなって言うしなんだろうわがままっていうか自分の意思がないのかも。目上の人が言うことは絶対みたいな、信じるわって言ってくれた時もちょっとアニンも嬉しそうだったじゃん。だからじゃあ一緒に駆け落ちしようって思ったでしょ一瞬アニンも。まあでもピンはさやっぱ真面目だからさそういう考えはないんだろうね。考えなくともさ、自分のその真面目すぎてやってしまったこのグアさんと結婚してアニンの地位を守るっていう選択肢がさアニンをすごく傷つけたわけじゃん、それはさ分かってんのかな。分かってないと思う。分かってたらさこれから会えるんだよみたいなことも言わないじゃん。そこをもうちょっとピンはさ、アニンのその部分を理解してあげてほしいな。難しいよね立場が違うし。違うけどそういうの置いといてさピンとアニンは愛し合ってるんでしょ。相手を思いやりすぎて空回りしてる。ピンだけが空回りしてる。でもそれ育ってきたあれだよきっと。アニンは王女様で、それ貫き通せる人生を歩んできた。ピンは遠慮して生きてきたわけだから、だからもうそれが根付いちゃってるから。根付いてるけどそれさえも超えるほどの愛ではないのかな。わけじゃないじゃんそこまで考え違うでしょ。自分の地位を捨てるまで私を愛してくれてるから私もじゃあ自分の立場を考えずにアニンと一緒に生きていこう生きていきたいっていうさそういうのない。そういう風に思えるような自分自分を通すような生活をしてこなかったからじゃない。そもそもはそうだけど、その考えを覆すほど、愛ってこと。愛っていうかピンにとってはそっちが愛なんじゃなくてその自分が犠牲になって結婚する方がアニンのためっていうのが愛って思ってるんだよ。アニンが思っているピンに対する愛の価値観が違うだけなんじゃない。もう一回言ってもう一回。ピンは自分が犠牲になってグアさんと結婚することがアニンに対する愛っていうか自分のせいで地位を捨ててそういう犠牲になるより自分が犠牲になった方がっていう愛情。だから違うもうミヤがピンの行動がもう理解できないから多分もうピンの思いは理解できないよもう。いやそれが愛なのはわかるよ。二人で幸せになりたいっていう選択肢を考えないのかなって。それができないと思ってんじゃない。二人で幸せになる価値よりピンはアニンが王女として生きるっていう価値の方が大きいってことだよね、きっと。そういう考えなんでしょ。そうおばさまからもそういう風に育ってアニーは王女様だからちっちゃいうちからさ王女様って位が違うっていうのを教え込まれてたっていうかさ、だからもう昔からその考えが根強いんじゃないの、もうアニーは王女様みたいな。だからそれを背くって相当なことだみたいな。そのアニーの考えができるのは多分王女様だからと思う。言ったら身勝手なわけじゃん。皇太子の娘なのにピンの考えは分かる派、そうなんかもじもじしてんのは意味わかんないけど、そう言って言われて泣くんだったら駆け落ちするよそのままだったら、気持ちは分かる。自分たちの幸せだけは考
考えられない。だって皇太子だよ。国を変えちゃうかもしれないんだよ、ここで自分たちが駆け落ちしたら。変わんないよ、お兄ちゃんたちがいるから。そんなもんじゃない。嘘。そんな軽いもんじゃないよ。そうなのかな。国の上の人だよ。てかそれじゃなかったらこんな話になんないから。あ、そっか、確かにね。でも自分がそうしつけられてきたっていうことも分かってるじゃん、絶対。こういう人間だって。人間だ。こういう人間だ。分かってるわけじゃん。でそれを分かった上でもうちょっと兄の意見とか王女を捨てるって言った兄の気持ちとかさ、そういうのをもうちょっと考えてほしい。自分はこう育ったから、こういう性格だからこうしかできないのじゃなくてさ、兄もなんか好きで王女なわけじゃないしさ、好きでこんな育てられ方したわけじゃないじゃん。兄もまあピンのそういう部分を理解してるのか分からんけど、兄のそういう言動に対しても理解してからの発言をしてほしかった。もうさ、王をさ背くってすっごいよ。重さはね、重さはすごいけどさ、なんだろう、本当に背かなくていいんだよ。別に背かなくていいけど、その兄が背くってまで言ったっていうこのさ、気持ちの大きさというかさ、背くって言えるぐらい、まあそうだね、の感情なわけでしょ。でもいい例じゃない？だって自分の感情を言える、すごい表現できる人とできない人ってわけじゃん。だからこれ多分すっごい分かれると思う。私は王女を捨てる、だから一緒にって言って、あなたがそんなこと言うんだったら私はグアさんと結婚しますって、なんかすごくない？でもその場は多分そこはやっぱさ、その場しのぎグアさんもいるし、その場しのぎか。自分がそこはグアさんと結婚するって言わないと、もう終わらないじゃん。お母さん倒れてるし。だからあの場はあれでしょうがなかったと思うけど、その後のお腹に子供がいる人がいてって聞いてたのに、そう駆け落ちしようって言った時に結婚しますって言ったのはあそこは理解できない。もう後戻りできないって言ってたけど。だからそれはあれじゃない？顔合わせとかもしたし、自分のために。そうアニンがすごいこいつダメだみたいな顔してたよね。じゃあ幸せになったらみたいな。私はもうここまでしたよ。一つ気になるのが、ここまでなってさ、嫌いになっちゃわないのかなって。アニンが、ピンを、なりそうだよね。何こいつってならない？だってもうなっちゃう。でやっぱり結婚するわみたいなところで、子供いるのにいるんだよって。でも分かんない、この時代は多いのかな、そういう浮気みたいな。地位の高い人ってさ、もう浮気いっぱいしてるわけじゃん。だから時代なのかもよ、その考え方の違いは。今の時代だからうちらはこうやって考えられるけどさ、なんでこう自分を通さないのとかさ、この硬い時代からしたらさ、ギャップディアのおばさんの時代、現代でもさ、サムは逆らえなかったじゃん。もっと逆らえないわけじゃん、この時代なんて。ピンみたいに硬い考えになっちゃうのかな。型にはめられた。兄はだからちょっと現代っていうか、イギリスに留学して、国から出て、他を知ってるから視野も広いし、考え方も広いし、じゃあピンが一回留学した方がいいわけ、国から出た方がいいよ。だってあそこから出てないでしょ、ほぼ。あの家から、大学と職場だけだもん。だってほぼ洗脳だよ。洗脳だね。これ考えたらプリックってすごくない？プリックのこの脳みそだって、プリックこそさ、ずっと家にいるわけじゃん。アニンとずっと一緒にいるからさ、やっぱ脳がそういう影響なのか、受けてんだよ。でもアニンがグアさんの愛人に訴えかけたわけじゃん。訴えかけたおかげでこうやって来てくれたから、結局はアニンの愛ってことだからね。まあまあアニンの愛が止めたと。二人の結婚。女の人もよく来たね、一人でね。生まれちゃうんじゃない？あそこで生まれちゃったからもう遅いですつろみやはピンが理解できない。理解できるよ。理解できるってできないなんて言わないで。そんなピンに怒っています。期待してる、ピンにすごく。だからアニンへの寄り添い方を間違えてんだよね、きっと。そうだね。あれかな、ここに水みたいの入れるじゃん、あれ入れた瞬間にもう結婚決まるのかなわかんない。でもちょっと意味ありそうだったよね。だってさ、スローモーションになってたじゃん、だからここにグアさんはもう入れてもらった、ピンがここに入れた瞬間に、はい、もうあなたたちは結婚しましたってなっちゃうのかな。わかんない。だからこれを多分次回はここ入れるっていう時にちょっと待ったってくる。でももうそしたらもう濡れてるやん。もう濡れてるけど、もう消せない絶対濡れてる。それかってなるか。やるかもね、もしかしたら。って早すぎ、ちょっと待ったキリストじゃないから許
指輪交換の誓いのキスみたいな。そうだね。だからこれが神様からのなんかかもしれないよね。その仏教の神様からのあれって水なのかな、お酒かな。お茶？タイティーとか。タイティータイティーミルクティーとかミルクティーかもしれない。ミヤは、アニンの共感度がすごいじゃん。アニンがもうかわいそすぎてもう熱くなっちゃってんだよなんでピンはってなさ二人の幸せをとか言って、アニンがかわいそうで仕方がないんだよ多分。真逆の人ってやっぱ惹かれ合うんだね。確かにないものねだりじゃないけど、それだからいいのかもよ、バランスが、もしかして一緒にいてに似てくるのはあるけどね、だからその意見を言えない、もうすっごいひどくしたバージョンがピンじゃんなわけじゃん今、だから余計なんでってなんだよもうミヤは、そのなでたなでたそうもう分かりやすく、そういう意見言えない人代表みたいな、もうピン、そうだね、でひどく表現してるじゃん、もうそこまで言わないみたいな、だからもうタッタッペでしょ、タッペすぎてやばいでしょ、すっごい悩んでんだもうこんなドラマなのに悩んじゃうわ本当に。もうだからもうどうしてなの？オタクすぎてもう本当にオタクなのミヤは。ロイピンのオタクすぎてもう入り込んでんだよ、すごく入り込みすぎ途中だって私もだって笑っちゃったそれはアニーはピンのその苦しさ分かってんのかな。何も言えないとか理解してるのかな。できないか、しにくそうだよねやっぱ。アニン的には私についてくればいいのにって感じなのかな、多分そうだと思うよ。私が王女捨てるって言ってんだからいいじゃんそれでって、でも私はアニンの王女を守るって言って全然そんなお願いしてないのにみたいな、多分そうだよね。感じだよね。ピンからしたら王女を捨てる私のためにってなっていいってなって、でもアニーは王女守るでもいいみたいな。でも一緒にいたい、うんでも私が結婚して一緒に入れるんだよみたいな、ピンは変な形の考えになってきてたわけじゃん。この形だけみたいな感じのニュアンスを言ってたじゃん、形だけだから今まで通りアニに会いたいみたいな。でもこれさあれだよ、コメントでまたいろいろ書いてくれたら、うんミヤが納得するような、うんピンの考えとかアニの気持ちを言ってくれる人がいると思うよ。また海外のまた違った視点からタイの方たちとかピンとアニンが裸になって「うんあー!」って言って家から出てってほしいなんで裸になる必要があるの？なんかいやなんかだから全てを捨てるみたいなそういうことね。感じ。結論サイコパスもうなんかもうミヤはロイピンのせいで悩んでます。私はさ全然好きだけど、私以上のすごいガチオタで全部情報をくれるわけだから、私はさ、普通に私は本当に普通に見てる、普通の観点で、こんなの今までなかったよね、このミヤの思い悩んでるグアさんぐらいグアさんそうグアさんへの怒りぐらいピンの理解がもうなんでみたいな。アニンが王女を捨てるほどの愛を示した、そのレベルの愛がピンは私は一生苦しんで生きていく。だからそうでしょ、違い違いすぎるだろう、でもね表現の仕方の違いなのかな、何なんだろうね。なんかちょっともうちょっとなんかそっちで表す表し方がちょっとね、他にもなんだろうきっといろいろな選択ね、もっが、と愛の伝え方があっただろうにさ一生罪を受けていくっていう屈指の選択だったんだよ、ね、なんかかわいそうだねピンって結局もうやばいです、壊れてるかもあのグッズ日本語だったんで、ミヤが送ってきてくれたロイピンあれ日本で販売されないのかしないと思うよ。テレサさんとかでさ売ってくれたら買えるよね。テレサじゃないテラサこれいつになった本当にごめんなさい。もうさ、私はテレサ10が強すぎて手と差がついたらもうテレサなのテラサね、テラサテラサそうですよ。テラサさんでさ、ここでなんかグッズとかグッズとかやってくれたらね売れるよねめ絶めっ対ちゃ買うのにめっちゃ買うわけはないけど嘘つくなみんなが買うのにね確かに売れるってことね。そうそう売れるっていう、うん楽しいね。なんか楽しいね本当に哲学してる気分、本当に人にとって捉え方が違うからね、面白い。罰にしたっていう本当ド M だね。ド M なんだよ。本当にド M だね。だからあそこで縛ったっていうのは、すっ
親愛なんじゃない？ ド S に回のった兄が S に変えたっていう、うんそうだね。今はもうなんか自分たちのことを考えられてない、うんだからピンはもう周りのために動いちゃってんだよねきっと。兄はもう自分たちのことだけずっと考えてる、だからすれ違ってんじゃない？まあそういうあるよね今こっちの自分の恋愛も、そういうのですれ違うじゃん。深いね。深いよ。こんなに深かったっけロイピンって今日寝れる？ロイピンのこと考えてさいろいろ考えててブラックホール並みに寝れなくなるんじゃない？やばいってなっちゃう。宇宙で宇宙。宇宙だ。ロイピンは宇宙です。最終回が来ない限り、ミアはもう寝れなくなっちゃう。ひどい。なんかロイピンはミアを苦しめてる。でもさこんだけさ悩んでくれてるって自分たちが作った作品でこんだけ悩んでるってすっごい嬉しいと思うよ。見てほしい。見てほしいよねこんだけ苦しんで。見てほしいね。マジで。眠さに耐えて、ねあともう消えてないちょっと薄くなったけど若干まだやる？届けてあげて。私も切に思う。こんだけなんか私が思ってた以上にミアはフリベキロイピンのことが好きなんだなって私今日実感した。2人に説明してほしくない？この時の、ベッキーじゃない、この時のピンはこういう気持ちでこう言ったよとか、そうやっぱ2人は入り込むわけじゃん。確かにね2人の意見が正解です、王女とか、そういう地位の高い人とかの設定じゃん、理解できないじゃん。そう一般人ではね、理解できないだから領域だよね。なおさらモヤモヤするんだろうね、言い方悪くするとちょっと疲れない、ロイピンを見ると疲れる。難しい。ギャップも今撮ってるじゃん。ギャップはもうスッと、もう終わったのってなるけど、ロイピンはめっちゃ頭使う。その立場だからこその発言なんだろうなとかさ、人間的な感情だったら宮たちも見てて理解できるけど、人間的な感情プラス立場が入ってくるじゃん、地位が、だからさらに違う感情になるわけじゃん、っていうそこまでを考えながら見ないといけないから疲れるよね、シンプルに見れないよね、だから多分これとかは本当もう一周ぐらいすると、ここはこうなのかもとか、いろんなのが見えるから面白いかもしれない、さっき挨拶しなかった？してない。怖い。ちょっと本当に怖いかもしれない。疲れてる。もう疲れちゃった。考えすぎてさ、こんな考えないからさ、普段、使わない脳を使ってる感じ。すごい二重。すごい目ががんびらいてる。バイバイ中。バイバイ中。